現在敵上からの出撃は確認されていません。甲冑さんは籠城を選んだ可能性が高いです。籠城？援軍が来る当てがあるのかな？当てはないでしょうけど、甲冑さんの選択は理にかなったものですよ。兵も将も揃っている我が軍の唯一の弱点は兵站だ。籠城し我らの兵糧が尽きた頃に逆撃するつもりだろう。我らの弱点を的確に見抜いているということか。油断できんな。甲状腺はつまらないから嫌なのだ。贅沢言ってんな。しかしリンリンの言うことにも一理あるな。どう攻めるんだ、トウカ。頑張って攻める、それしかないよ。そりゃそうだ。そうですね。あとは相手の出方次第かと。甲冑を説得するってのは無理なのかな。まずは我らの力を示してみせる。説得はそれからということですな。ご主人様は甲冑を説得するつもりなのですか？相変わらずお兄ちゃんは甘いのだ。どういうこと？当てにならない勘ですな。じゃあ甲冑さんを説得するっていうのも基本方針にしよっか。難しい基本方針ですね。でもご主人様が大丈夫って言うんだからきっと大丈夫だよ。お気楽極楽二人組が完成なのだ。リンリンちゃんひどい。まあ全ては甲冑次第。今は敵場へと無心で向かいましょう。御意。では各員、敵の奇襲に備えつつ前進せよ。ご苦労様。各部署、籠城戦の準備に入れと通達しておきなさい。いよいよ戦いの時。時期を見過ごすことのないようにしなければ。敵場に動きなし。やはり籠城するようですね。まあ妥当な判断だろうな。敵の人数ってどれくらいなんだっけ？約6万といったところでしょうね。6万？私たちは5万。この兵数差で甲状戦をするのってまずいんじゃないか？甲状戦の場合、普通は籠城する敵の3倍の兵数が必要と言われていますからね。でも今回に限って言えば、そのあたりを気にする必要はないかと。そうなの？はい。駅州の主要都市に工作員を放ち、情報収集とともに流言を流すように指示を出しています。各地
地で灯火様の入場を待つ民たちの声が集まっていますし、灯火様の入場を煽るための工作を行っています。もちろん甲冑さんのいらっしゃる城内にも風流入場の時点で工作員を放っていますから、灯火様が来たとなれば城内で混乱が巻き起こるかと。うわー、なんていやらしい手だ。心中穏やかじゃないだろうな、甲冑も。へへ、大したことじゃありません。やぶみ？そんなの放ってどうすんだ？水位は鈍いのだな。灯火お姉ちゃんが来たよって住人に教えてあげれば、中で混乱が起こる可能性が高くなるのだ。あ、そっか。でもリンリンに鈍いって言われた。大丈夫、お姉様鈍くないよ。ちょっと抜けてるだけだから。なるほど、納得した。って誰が抜けてるんだこら。かわいいとか言うな。あ、もう照れてるお姉様もかわいい。いい加減にしろよ、タンポポ。了解です。では先方を水とリンリンが、左右を私と聖が受け持ちましょう。私はどうすればいいんだ？白慶殿は本陣で待機しておいてもらおう。甲状腺に騎馬隊は必要ない。温存する方向で行けばよいと思うが。分かった。兵将たちは？ひどすぎだよ、ご主人様。良い手ですね。シュリちゃん？冗談です。貧乏くじだな。